マーさんレトロでのんびり実況始まるで。ファミコンミニディスクコレクションのリンクの盲点後半やります。前半をまだ見ていない方はこちらからどうぞ。ほんなら行くで。ドイドイ。前回のあらすじ。カート、ろうそく、ボス、イチクリ、マジック、女神像、ユーシャルとここに眠る。シールド、ジャンプ、ライフ、スタ、フェアリー、カンマー、マジック、カート、聖水、グローブ、ボス、ミクリ、イカダ、ボス。というわけです。なるほど、完全に理解した。リンクは第三神殿で入手したイカダを使い、右の大陸へと進むのでした。東の大陸、新大陸到着や、こちらの暗黒大陸では今まで見たことのない魔物で渦巻いているのでした。でかいハイエや、なんと跳ねてきましたよ。ビームも撃ってくる。経験値50。元の大陸のごとの経験値にとはわけが違う。スライムは出てこんのやの。早速町発見。看板を5階に飛び越えるリンクくん。ここはナボールの町やで。何があるんでしょうか。とりあえず回復してもらう。魔法おばあちゃん発見。ケアルラ使うてから自宅にお呼ばれして MP 回復してもらいます。染み渡る。喉が渇いたわ。はいはいさ。水を汲んでいこう。組んだで。水を持ってるのね。うちにおいでなさい。お呼ばれするわ。誰もおらんのかの。いないですね。これは魔法。魔法か。剣より炎の出る魔法じゃ。ファイヤー覚えた。画面端まで届くビームソードみたいな感じです。あと2連射もできます。パワーアイアンナックに対抗できるんかいの。やつには効きません。スコちょっと寄っていかない。ー HP 満タンやったわ。寄らずに過ぎ去る。ダルニアのマジシャンギアンまで冥王島の神殿に入らないことね。言ってる意味はよくわからんが、とにかくすごい情報ありがとう。ありがとう。では先に進めますか。北の洞窟抜けて迷路島へ。話聞いてなかったの。さっき覚えたやつ。かや。おわアイテム打ってきましたね。なかなかやりおるわい。近づかんと降りてこんな。普通に剣で倒してる。ファイヤーがいかせん。無理やり下がった。無理やりファイヤーを生かした。生かしたと言えるのか。早速出ましたファイヤーが効かない敵。こやつゾーラらしいで。ゼルダ1から結構変わりましたね。地上でも活躍できたんやな。無事洞窟抜けたで。迷わず右に。この橋の先が迷路島や。いかにも迷路島。子供を助けるで。普通はダルニアの町に行ってからその情報を得るんですが、すでにクリアしたことのあるマーさんにとっては造作もないことよ。そりゃそうでしょうね。初登場の敵ゲイル、おおむねアイアンナックと似たような動きをします。こっちも似たような動き。ジャンプ切りで頭を狙うやで。経験値袋200。今なんかいましたね。多分子供。ケアルラ。棒に縛られている。助けたる。助けました。ダルニアの町に帰る前にまだ行ってませんが、アイテム落ち取った気がするんよね。何のアイテムだ。マジックの器。それはぜひとも取りたい。うまいこと言ったら戦闘ハイランと取りに行けたはず。迷路島は至るところでエンカウントします。落とし穴。ありました。マジックの器ゲット。今度こそダルニアの町行くでよ。橋渡った。森を抜けた。砂漠に向かい崖を登っていくのでした。登る途中で青いとこがいっぱいや。すごいたくさん石を吐いてくる。上に上がる泡も苦手。てっぺんまで登りました。夕方かな。
山の町、ダルニア。登った登った。勇者よありがとう。うちへおいでなさい。何の話や？子供を助けた話ですよ。お前の盾に力を与える魔法だ。リフレックスはよう使うで。炎や斧をガードできるようになります。この町には凄腕の剣士がいるぞ。凄腕に植え付きを教えてもらおう。植え付きとは言われていない。ドアの向こうで人の気配がする。中に忍び込むで。ジャンプの方。屋根裏から忍び込みましょう。2階ぐらいやったらひとっ飛びよ。屋根伝いに行ったら忍び込めますね。おあつらい向きに煙突あるで。突入。堂々と忍び込んだ。言葉の矛盾。ジャンプした時、キーを上に入れてみろ。完全に理解した。本来は勝ってない流れだが、完璧にマスター。植え付きも強いです。いろいろお世話になりました。ボワーボワ山を下ってー。橋を渡り、迷路島を進む。敵との遭遇はできるだけ避ける方針です。マジックの器取った落とし穴には敵はおらん。赤壺ゲット。回復できて運がいいでごわす。壊す。第4神殿、名誉島の神殿。ファイアモアのお出迎えや。早速炎を落としてきました。消えるん待つんがめんどいや。石像おみくじは大外れ。経験値100の当たりと捉えることにしたで。前向き。よし。ファイアモアも懲らしめた。懲らしめるの使い方間違えてますがよし。幸先いい。そうかな。内部に乗り込むで。景気よく行きましょう。敵の魔法使いや。物理攻撃は効かないので注意してください。何その敵設定。先ほどの魔法使いはルイズザール。他のゼルダシリーズのミスローブとは違うんやな。やはりリンクの冒険はちょっと変わっていますね。穴に落ちる。明らかにわざと。この階を進むべきか。どうでしょう。やはりもう一回下に。階段感覚で穴に落ちる。ナムさんはそんな気楽なナムさん。危ないところに落ちてきた。立ち止まったら溶岩落ちるやん。浮遊石像の体当たりが痛い。頭だけ石像のですね。石の塊が結構なスピードでぶつかってくる。めっちゃ痛いし怖いよな。現実ですと一撃を釈迦でしょう。ゲームで助かった。ヘルグーマさん。リフレックスを唱えた方が良いのでは。火が邪魔やった。侮ったおかげで大ダメージをいただいてしまいました。やばい。キャララ。回復助かった。そのケアルラをあと1回も俺は残している。はいはい。鍵ゲット。石像おみくじ。外れでした。鍵取った剣キビスを返して立ち去っとる。キビスを返す。綺麗な言葉ですね。えへんえへん。あ、じゃ今のは私が悪かったのでしょうか。お疲れ様です。油断してもたわ。首だけ石像とマグマの組み合わせはやばい。そのようですね。崩れる橋行く前に倒してみるわ。一匹しか出なくなった。倒したら出んようになるんやな。無限は木かと思ってました。鍵開けて、エレベーターで上行くで。ちょっと待って。左も調べておきましょう。言われてみれば、鍵あった。鍵ゲット。さっきんとこ戻るで。エレベーターで登って。さっき落ちたところ、今度は落ちんようにジャンプやで。無事ひとっ飛び。ヘルグーマさん経験値おいしいです。鍵ゲット。石像おみくじ大外れ。一撃もらっちゃいました。経験値袋か。まあよかったですね。戻ってもっぺん下の階に行くで。下に行くと床落ちる。ハワイアンナックが現れた。高くない。黒だ。やばい。ギャルラ。ギリギリ。か。手強い。また。ピンチ。もう一回ギャルラ。うりゃ。撃破だ。ボス戦みたいに消耗する。本当に。聖なるブッツデッド。神殿のお宝取れたし。穴から落ちて最下層に行き。一旦スタート地点に戻って。まだ探索していない左側を攻めましょう。鍵開け。ピンチな時にはカーヒャンナック。押し通る。ギャフン。こらえろ。やりました。が、鍵の扉。上のバブル2体をノーダメージで倒さないと、先に進めませんね。無理。気持ちはわかります。穴開けたで。早いバブルから倒したいですね。もう一箇所開けたわ。こっちに来ませんね。
来よった。戻ったやん。なんでこんなことに。また来た。ここで仕留める。これはいけそうか？それダメ。じゃ惜しい。なぜ叩いている途中にドンピシャで来てしまうのか。お疲れ様です。最後の一機や。これでこの神殿をクリアしましょう。そのつもりやで。バブル撃破。早い方倒せたらあとは簡単やで。ブロック壊しましょう。このスーパーマリオ感。ジャンプ力届かん。まあそうですよね。ジャンプの魔法。鍵ゲット。残ったバブルも始末するか。恨み晴らさでおくべきか。そこまで恨んでないで。藤子 A 先生のキャラが活躍するゲーム実況は次回以降で。次回以降で。マタロウのゲームなんてあったんですね。かっこいい間違ったかな。 A 先生は間違えてないで。マタロウかもぐろ福蔵しか。偏っとる。鍵ゲット。鍵ゲットはきっちり言う。それしか私の役目はないですし。お寿司。フォローなし。フォローよりお寿司を優先。お寿司なら仕方ないか。納得してもらえたところで次の鍵までもうちょっと。鍵ゲット。石像おみくじ大は外れでした。最近赤壺民道。経験値100ばかりですね。ケアルラも使えん。青壺狙いましょう。頭石像から青壺ゲット。回復した MP はまだ温存。マグマ地帯は危なげなくクリア。スケルトンは軽くホフル。アイアンとヘルグーマ肉戦。ライフの魔法使用。あボスですね。あ MP がない。ここのボス戦ではシールドの魔法は必須。どないしょ。青壺で地道に回復しますか？マジか。それしかないんか。魔法一覧見ても MP は回復しませんよ。くそやったる。リフレックス使えるまで青壺薬じゃ。決心した。3機ゼロでなければ。ボスで一気潰す気だったのね。こっからスライム湧いてくるん待って倒すんやな。地道ですが頑張りましょう。再生速度20倍。ここ最近で一番の早送り。ここまででまだ青壺なし。余計なダメージをもらう。リフレックス使用 MP24 ポイント。1メモリ16ポイント。ついに。たまったで。お疲れ様です。ボスでヤフー。ボスです。突然現れるとはなかなかやるな。リフレックスを唱えた。リフレックス使うまでに結構減らされたわ。もう盾は強化されたので、しゃがんで待つだけです。魔法使いは魔法でしか倒せない。雑魚敵のリズザールと同じです。町の人はこれを言っていた。知らないと物理で言ってお釈迦です。倒したで。レベルアップやアタックで。クリア直前にレベルアップとは縁起がいい。クリスタルはめ込んでもう一点レベルアップやな。もう一回レベルアップ。訳されてしもた。第4神殿クリア。経験値が4000入りますね。めっちゃ儲けたけど眠くなってきた。せっかく全てレベル8まで目前なのに。眠気には抗えん。明日のお仕事にも影響したらあかんしな。常識的なことを。残念ですが次頑張りましょう。おやすみ。おはようございます。全てレベル7に戻りました。根気強く生きたいと思います。目覚めてすっきりなのか、綺麗なコロネに。綺麗なボーダーを目指したいと思います。また適当なことを言ってる。新年が見えますか？スルーで。海水でもネバネバしています。ハーミリーちゃん細かい。ハートの器。ハートの器ゲット。ちなみに海面歩いとるんは第4神殿でゲットした聖なるブーツの効果です。すぐさま第5神殿に特艦。休んだので気力も充実。石像おみくじ。今は満タンです。一応調べるやん。まあ、気持ちはわかります。エレベーター。青いとこと頭だけ石像。飛び道具で強撃を食ら。立ちはだかる壁。当然ジャンプでは届かないので。フェアリー唱えて登るんやけど。バブルが邪魔ですね。こっち来た。避けるか。残念ながら被弾。フェアリー。小さくなりますね。変身した方がバブル避けやすいな。そこに気づくとはやはり天才か。バブル処理せな。鍵取れないですね。下付き不発や。普通に切って倒した方が。言ってもうた。鍵ゲット。バブル再登場。追い込まれてますよ。危なくないですか？揺らしたもうめんどくさい。これ、どうするつもりですか？ごめん。言ったから。帰っちゃった。神殿を出て、町に。MP 回復をおばあちゃんの元に泣いて帰り、すぐさま第5神殿に再挑戦するのでした。フェアリーの魔法をするとない、バブルを避けやすくする。コロネまだかな？外
すかしながら帰ってまいりました。お疲れ様です。首だけ石像とマグマの橋を渡る。ちゃっぷり経験値袋ゲット。何体か出てくる赤アイアンナックを軽くあしらう。初登場の敵、マーゴ。炎はガード不能。石が落ちてくるので一旦待つ。積み上がったら鍵取ろう。少しずつ掘って登る。マリオ3の尻尾マリオを思い出す。なるほど。炎のお化け来た。経験値50。また来たで。次々来ますね。これは無限はヤフちゃんとタイミング合わせましょう。回復の赤壺も出してくれる。もうここで全て最高レベルまで上げてしまいましょう。やらいでか。アタックのレベルを8にアップ。ビームソードが効きますね。経験値袋もワンサか。経験値袋を落としてくれるのが一番助かります。魔法も大盤振る舞い。ビームソードが効くということはカイヤも効く。マジックのレベルも8にアッ飽きてきたのか鍵を取りに。プ。気分転換や。鍵ゲット。最大レベルまでラストスパート。カイヤ連打。経験値袋がワンサか。レベルアップ目前。来ました。最後のレベルアップ。ライフで全てを最高レベルまで上げることができました。カイヤモアさんにはお世話になった。ほな攻略進めるで。そうしましょう。代々のアイアンナックはもう敵ではないな。バーグは適当にあしらって先に進む。バブルが邪魔。高台に鍵を見つけました。裏な。赤アイアンナックをほふる。ジャンプの魔法は使用済み。鍵ゲット。マーゴとバブル地帯を抜ける。雰囲気が変わりました。中ボスです。第一神殿のボス、マズラ。なんか苦戦していませんか？うまいこと当たらん。きっと大ダメージ。倒したで。2撃で倒せてしまいました。これがレベル最強のパパ。鍵ゲット。行き止まり？大丈夫。壁の幻です。初見やと絶対諦めとるわこんなん。マズラさんが守っているんですよ。何もないわけないですよね。マズラさんの信用力よ。マーゴ、たびたび出現。ジャンプの魔法して石像。石像から赤壺。ケアルラして青アイアンナックと対決。まさかと思いますが、以前に見たことある展開。ジャンプ使っても撃て。めっちゃ戦いにくい。やはり、後ろに誘導して倒せんじゃろか。風前の灯火。うぎゃジャンプの魔法禁止って言ったよね。石像おみくじでジャンプの魔法はしょうがなかったんじゃよ。赤壺欲しかった。シールド使うわ。むしろなぜさっきは使わなかったんですか？ほんまそれよ。他人事すぎる。ジャンプ力が強うて焦って忘れた疑惑やな。ジャンプの魔法は禁止。次は画面切り替えて効果を消すように。その手があったか。実は、今編集しながらマーさんが思いついたようです。ちょっと遅かったな。お宝ゲット。笛ゲット。お宝取ったし戻るか。まだ行ってないところもあるようなので、しらみつぶしに行ってみるわ。こちらはまだ来てませんでしたね。あったあった。鍵ゲット。ガインガインガイン。壁の向こうには行けません。次の鍵探しに行こか。まずはエレベーターまで戻りましょう。幻の壁を越えて、終ボスおったとこやな。エレベーターを上に。前んとこもんってきたで。行き止まりかいな。経験値袋あるだけでもよかったです。石像から赤壺。鍵の扉ですが鍵がありません。ほんまになかったっけ？魔法一覧で確認できます。疑ってすまん。バブルとマーゴ地帯。嫌な組み合わせ。赤壺ラッキー。アイアンナック青が現れた。コマンド？逃げる。どうするんですか？上に逃げてみる。ジャンプの魔法。戦ったらダメですよ。赤は余裕。鍵ありましたね。予想通り。本当に。追求せんといて。鍵ゲット。このままトンズラじゃ。上に行ったら赤アイアンナック。問題ない。バブルに削られる M キー。かなり痛い。先ほどの扉とご対面。アイアンナック青が現れた。コマンド？戦う。頑張れ頑張れ。あと一撃。シールド。もっと早く使おう。撃破。首だけ石像おみくじ。外れでした。ガイン。赤アイアンナックも問題なく撃破。ボスの雰囲気。3機はあと1ある。しかしここで倒しましょう。ハーミリーちゃん厳しい。残り MP から考えて。ギャラ。回復一択。ボスです。ジャンプ、雑になってるよ。なんかうまいこといかんの。
画面外、戻さないと倒せないよ。やばい。じゃ余裕で倒せると思ったのにな。図らずとも最後の残機を使うことになってしまいましたが、ごめんしてや。ライフはあと1回使えますね。多分十分じゃろう。ボスです。いい感じのファーストアタック。ビームはガードもできます。了解。下突きとかどうじゃろう。試しましょう。お一瞬で大ダメージ。やりました。鍵ゲット。いや、なんとかなったわ。はじめに下突き試せばよかったですね。ほんまやな。第5神殿クリア。レベルアップ。1アップや。レベル8が最大で、これ以降はレベルアップごとに1アップします。ほな次行こか。実は一度寝て再開したことは秘密です。残機が元に戻っとる気がする。ひとまず下の洞窟入りましょう。多分経験値袋。炎を吐くサソリ。結構手強いけん、基本は無視してやり過ごす。やはり経験値袋。なんかあるだけマシよな。魔物を笛で追い払いましょう。当たってもた。もう一回。どのボタンで笛使う？スタートボタンではないですね。使えた。魔物がいなくなり進むことができます。3回戦闘がありますので注意しましょう。シールド。重要。ここは観客席のゲールが石を投げてきます。見ての通り避けることは難しいので、被弾覚悟で通過します。観客席から石を投げないでください。ダメージは大したことはないのが救いです。さっきの展開があと2回あるで。早送りでサクッと終わらせましょう。同じやけんな。ゲール、高みの見物ゾーンをクリア。橋を渡るか。迷ってる？いや、ちょい待ち。こっちから先に行っとくわ。掟破りのロビンスペシャル。掟破り言いたい。洞窟の先に町があるね。それは旧カストの町とか調べて当たりをつける情報。しかし我々は知っている。森を伐採することを。もっと余韻欲しかったですね。敵が来たけん。秘密の町、カスト。旧カストから逃げてきたんよな。俺は何も知らんよ。秘密を漏らすわけにはいかん。みんなカストから逃げてきたのよ。大変やった。いいものをあげよう。ついておいで。ただより高いものはない。しかしおめおめとついていくリンクくん。鬼が出るか蛇が出るか。おばあちゃん。町の外れに秘密がある。重要なヒント。超重要。魔法を予感させる地形。いいものくれそう。マジックの器ゲット。ほんまにええもんくれたで。町に残った長老はすごいマジシャンだったわ。旧カストの町のことね。今の旧カストは見えないお化けだらけで危険です。何の気なしに入った無人の建物。怪しい暖炉。これまた魔法を予感させる地形。不思議な呪文を覚えていきなさい。スペルの魔法を教えてくれた。魔法の効果は一部の敵をごとに変化させます。また他にも不思議な効果があるようです。町の外れに来たで。町の外れに秘密がある。ほんなら不思議な効果とやろう。これが不思議な効果。これが町の外れの秘密。マジカルキーゲット。これ取ったけん全部の鍵を開けれるようになったで。もう鍵ゲットは不要になりますね。一応鍵は落ちとるけん鍵ゲットは言うてや。言わせていただきます。カストの町出て元の場所に戻るで。洞窟を越えて森の方面へ移動中。南に進むで。砂浜の方にあれを取りに行くんや。ハートの器。最後のハートの器ゲット。ついでに第6神殿を出しとく。普段は隠れています。フェアリー。この橋は危なすぎるので安全に飛んでいきます。旧カストの町や。見えないお化けがうようよしています。カスト、剣7、全く人の気配がない。町の人は新しいカストに移動したけんな。本来は最初に訪れるのはこの町です。とりあえず民家に逃げ込んだ。誰もいませんが、先にこの町に来ると、新カストの町のヒントをもらえます。魔法の予感。期待できる地形。
再起用の魔法を授けよう。3だ。この町は見えない幽霊だらけなので、さっさとずらかろう。ずらかりました。笛を吹いて神殿行くで。10カウントめんどくさい。改めて。石像から赤壺取ってました。入り口で全開するチャンスがある。優しい。さらに赤壺。MP 満タン。鍵の扉。マジカルキーがある。もう鍵探しは不要。お宝探してボス倒すのみ。青アイアンナックが現れた。コマンド戦うよー。めんどくさそう。シールド。もはや必須。頭を狙ってジャンプ攻撃。ちょっと強引に行くで。頼みます。倒した。お疲れ様です。でかい穴。通常ジャンプでも飛び越えることができるそうです。ほんまにほな助走つけていくか。このゲームのジャンプは助走大事です。いけたわ。青アイアンナックが現れた。コマンド戦うしかない。狭い通路の戦闘面のくせ。腹をくくるしかないですね。そうや。扉開く演出に邪魔される。倒したで。お疲れ様です。赤壺。あの石像は赤壺出しそうですね。先に回復も。ギャラ。あと1回使えます。赤壺出した後や。スコア。大外れでした。まあしゃあなしじゃ。次行ってみよう。ウィズザール地帯を抜けて。顔石像の玉が厄介。バブル地帯を抜け。青アイアンナックは永久に封印。石像調べる。赤壺なし。ファイアモアとウィズザール地帯に来たで。厄介な組み合わせですね。リフレックスです。炎もガードできるようになる。魔法も跳ね返す。厄介な組み合わせでもウィズザールを倒してしまえば問題ないですね。さらに奥地へと進むリンク組んで。してやられた。クソ、落とし穴か。穴の底に着地できたことに感謝。落とし穴の先がマブマやったら終わりやもんな。再チャレンジできる時点で優しい。ほんでも落とし穴は嫌やわ。次は落ちないようにしましょう。もちろん。囲まれた。で HP がやばい。 MP もない。骸骨。クソ。ウィズザールも。でやばい。風船の灯火。骸骨撃破。あとは魔法使いだけや。盾でガードしながら慎重に進んだらいけるやろ。急ぎすぎですよ。囲まれるような進み方はやめた方が。焦って急いじゃった。もっとのんびり進もう。お疲れ様です。リフレ今回は MP あります。敵の魔法を跳ね返せたらもう余裕。ウィズザール倒してさっと俺に戻りましょう。ジャンプの魔法使わんと進めんのな。さあ、戻ってきましたよ。魔法使うか迷ってる。一応ジャンプ使おうかな。ジャンプの魔法。落とし穴越えていきましょう。炎消える待っとる。上付きでファイヤーも倒しとこう。準備万端。あれ落とし穴どの辺やっけ。私、わかりませんよ。わっはっはっぱ、また落ちた。まさかの2周目です。落ちたところ覚えとかんとあかん。そうですね。覚えてますか？3つ目の石像の前じゃな。ジャンプ。お見事。魔法食らったけど、よし。難関超えて気分いい。リフレックスですって。敵の魔法使いを駆逐しとこう。お手軽に倒せます。1人しかいなかったようですね。2人おるんかと思っとった。石像調べる。赤壺。叩いてみてよかった。ライフの魔法で全開できますね。あのブロック壊したい。ジャンプの魔法を堪能。ちょっと待ってな。待ちますが、何をやっているんですか？疲れたんで座り直ししとるん。ゲームの話ではなくリアルの話だった。座り直ししたくなるやん。そうかな。中ボスです。マズラさんではありません。シールド。防御力2倍。第三神殿のレゴナックが中ボスとして出現。しかし、我々は知っている。引きつけての下突きが有効であることを、この動画の前編ですでに知っている。手早く倒しましょう。まだか。遅いですね。ヤフー。無抵抗で引かれた。どうした？敵のじらし作戦にはまって居眠りでもしていたのか？得てへんで。コロネちゃん、寝てへんで。はいはい。さっさと馬から引きずり下ろしましょう。次こそ行くで。失敗。なんか前よりポンコツになっていませんか？
ポンコツなんか良きだね。下突き馬倒した。めっちゃ減らした。クリティカルヒット。よっしゃ。青アイアンナックをほふる。あっさり倒せてよかったわ。いつもはもっと手こずいます。鍵ゲット。別にいらんけど鍵ゲット。マジカルキー持ってます。無限に使える鍵。鍵は減ってへん。このまま貯めることができそうです。十字架ゲット。見えんかったお化けが見えるようになるで。では、戻ってボス倒しましょう。落とし穴落ちるか、飛び越える自信もないし。ジャンプの魔法。経験値袋取っていこう。青アイアンナックの飛び道具。水ザール。リフレックスで駆逐。持ってきたで。穴に落ちて先に進みましょう。異界でか。青アイアンナック。めんどくさいけど倒すか。シールド。そういえばクロテスイはないんですね。ほんまやな。行き止まりですね。経験値袋か。1アップ。アイアン面倒やけん下に降りるわ。ここにもアイアン。スルーで。マグマ地帯。マグマに叩き落とす気満々の顔だけぞ。空中から突進怖い。慎重に行っても無理ね。体当たりを完全に避ける自信はないので。危な。後ろを振り向くと危険です。リンク君が振り向いた方から飛んできますので。弱っ。またマグマ一歩手前で助かる。もうちょっとで落ちよったわ。危なかったですね。先に2体倒してから進むべきでしたね。せやった。ワッセ取ったわ。このフロアはウィズザール。倒したるか。リフレク。海岸のリフレクかよ。お赤壺ラッキー。ギャラ。序盤の回復魔法をずっと使います。心身ともに充実。完全回復できました。フェアリー。唱えないと進めない場所です。骸骨2体。ボーナス面。中ボスです。さっき見た展開。第3神殿のボス。レボナックです。A感じに上昇中した突き当てたのに。相手のダメージ。シールド。プロテスじゃないの納得できない。きっと、この調子で行きたい。ノーダメージ。納得いかない。まだか。相変わらずじらしてきますね。倒しました。どうやって。どうやって倒したのか、皆目見当がつきません。まあよかった。鍵ゲット。ノーダメージで倒せてよかったわ。シールドの魔法は保険です。次行くで。縦穴。どうしよう。落ちるべき。そうですね。ひとまず飛び越えて先へ。あいよ。青アイアンナックが現れた。コマンド？戦わざるを得ない。シールド。保険バッチリ。さらにバブルが2体現れた。アーモー。これは危険なやつ。アイアン撃破。しかし、MP を根こそぎ持っていかれた。めっちゃ狭いとこでバブルに体は悪意を感じる。MP をゼロにする意志を感じる。1アップです。やっと倒したで。しかし行き止まり。これ、戻っても。穴に落ちるしかないですね。ナムさん。ラムさんとは仏に救いを求めることでもあります。なるほど。フェアリーの魔法で横穴に入れば進めますね。完全に理解した。1アップの地点にバブルを2体配置。思惑通りにやられたわけや。MP 根こそぎ取られ、フェアリーと唱えられませんでした。追い打ちみたいにバブルいっぱいやな。石像。おそらくこの石像から赤壺が出るのでしょう。取る前にバブル全滅させとかんとな。回復後に根こそぎ取られたら、取り返しがつきませんからね。こっち来たで。倒しましょう。おつくもうほっときますか。ほっとく。赤壺ゲット。MP 全回復や。赤アイアンナック配置は優しさを感じる。ウィズザールはリフレクト使うしかない。ここで骸骨めんどい。さっきんとこもんできたな。中ボスでや。縦穴や。迷わず落ちる。MP たっぷり。リフレクしか使っとらん。妖精ちゃん。霊障変えた。謎の骸骨。ボスの雰囲気。シールド。さらにジャンプ。ジャンプ使った。ジャンプの魔法、大丈夫なんでしょうね。このボスはマグマ地帯。有効に働きます。信じましょう。ボスです。一番端に待機。にょろりと出た頭を切るんや。戻りにもヒット。ファイアブレスはジャンプで避ける。ここでもジャンプの魔法が生きてくる。3ヒットや。再度手前にぬるり。懲らしめた。爆発しますか。鍵や。安全に取りましょう。マグマは嫌ざんす。鍵ゲット。
いや、長かったわ。新年入ってから鍵ゲットまで約10分。過去動画のコンボイですと、とっくに後半です。まあまあ、最後のクリスタルも収めたし、コンボイは置いといて、クリアの余韻に浸ろうや。次こそは軽い動画を目指しましょう。リンクの冒険全クリしたら考える。新年クリア後のご褒美時間です。1アップや、来なけど、眠くなってきた。昼はゲーム開発仕事でお疲れちゃんですね。残念ですが次頑張りましょう。おやすみ。おはようございます。西の大陸から篠谷の入り口まで来ました。綺麗なボーダは妖精ちゃんです。何言ってるの？フェアリー。目覚めてすっきり、妖精に変身し、安全に空を飛んでいきます。お化けを追い払うのに、腕つきが役立つ。青ゲールはスルーで。マグマ。怖いので魔法を使う。ジャンジャン。しっかり助走をつけましょう。敵がいませんね。ここ来るん2回目やけんな。なんと2回目。なぜ一度来て引き返した？知らんのか？録画ボタンを押し忘れていた。スコー。いや、そういうミスを、いつかはやるんじゃないかって思ってたんですよね。ここはさっきとほとんど一緒の面で、敵もちゃんとおるで。洞窟の敵をほふり、軽快に進んでいたのに、まさかの録画ボタンを押し忘れ。リセットしてもう一回やり直すのもなんなんで、入り口まで戻って録画したらええやんって。苦渋の決断で入り口まで戻る。か。倒した敵は復活しない。敵が全然おらん。違和感ある洞窟を通ることに。もう実況で話してしまいましょう。と。今に至るわけよ。大変でしたね。一時はどうなることかと思ったけど、こうやって無事に実況を続けられています。なんともう篠谷も終盤です。ほとんど実況せずにここまで来てしまいました。なんせ録画ボタンを押し忘れやけんな。話題にせざるを得ない。なんとか素材をそのまま使えないか、あわよくばごまかしてなかったことにできないか。そんなことを一瞬でも考えた時期があの頃はありました。ゲールの守りもこれで最後ですよ。このトカゲ、いろいろ苦労したわ。ほふってあげましょう。あと110経験値で1アップやな。大新年です。はじめの音楽好きや。バリアが解かれました。6つのクリスタルを収めた剣開くんよ。この時のために神殿をクリアしてきました。いつものエレベーター。とりあえず左行くわ。そうですね。初登場の敵、フォッケルです。むちゃんこ炎、ばらまいてくるな。盾で防げないので注意です。ごほっ。稀にリンクに向かってくる炎が混ざっています。なんやこいつ。むっちゃ強い。そう、ボスです。ボスではありません。かん、やられる。大神殿、1匹目の雑魚で押し勝ってしまいました。残機値、大丈夫なんでしょうか。レベルアップで体力回復を狙っとるん。炎1回のダメージでゲージが1つ減っています。無理せずシールドを使った方が。うちもそんな気がしてきた。この動いてくる炎が厄介すぎる。強引なドリブルで近づくつもりでしたが。やべえ。温存して瀕死に。使うしかねえ。ケアルだ。瀕死を回避。懐に入った。こうなれば締めたもの。倒した。1アップです。当然ナイフを回復させる。むっちゃ強かった。もう会いたくねえ。結構出てきます。大神殿、むずすぎじゃろ。さすがは最終面の貫禄ですよ。しゃあなしか。落とし穴。やらしいな。やはり最終面。お、肩。最終面はとも強い。攻撃力もアップ。ただのスライムに1メモリもダメージ受けてもたで。経験値も12アップ。嬉しないな。フォッケルが現れた。コマンド。まあそうですよね。先ほどは瀕死に追い込まれましたが、今回は慣れた手つきで倒せるかもですよ。すでにむっちゃ食らっとるが。4メモリ食らったで。つまり 50% のダメージで抑えた。成長しています。褒められた。では次行きましょう。初登場、フォッカーです。もう見るからにクソ強そう。クソと会話ない。シールド。かなり厳しいので逃げましょうか。当然。ボトの配置が絶妙。ああもう。フォッカーが追ってきました。やべえ、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 やべえ。本当に追ってきますね。もっとボンクラかと思っていましたが。1アップしておいて、よかったですね。ラスト1機の表示をまた見れるとは。シールド。即シールド。倒すぜ。その1です。よっしゃ。フォッカー赤、撃破。フォッカーのジャンプは厄介やけど。さっきはなんとかなりましたね。ほんで隠し通路。幻の壁。いかにも赤壺出そうなフォッカーの石像。一応奥を調べるも行き止まり。赤壺もらおうぜ。ジャンプ。
フォッカーが現れた。つこ画面切り替えてもう一度おみくじ引きましょう。赤壺出たわ。キャラ完全回復しました。ここの壁は全部本物。ぶつかって調べました。左右の分かれ道。インド人を右に。右行くんですね。ボーボー言うとる。炎が飛んできますね。炎をガードできるように。これほんまどないしたらええんや。あち割と気軽にダメージ食らってますが、8発食らうと押しかですからね。早くも半分以下。やばい。コッケルが画面内に。このまま次の画面にスクロールしてしまいましょう。助かったで。頭でかヘビやが。火の玉を吐いてきた。もちろんガード不能。さっさと倒すわ。直後に顔石像の体当たり。フォッカーの石像気になるけん戻る。赤壺出ました。全回復助かった。強いことがいます。大神殿専用スライム。フォッカー青が現れた。コマンド？ここでしゃがみ切りしとったら倒せるん知っとるねん。確か、ファミマガで見た記憶。ファミマガのステククイズで小結び技ぐらいじゃろ。ちゃんと覚えてなく、詳細は適当です。当時はファミコンできずに攻略本や雑誌を見まくる日々じゃった。500。経験値500とはすごい。無限脇やったらここで1アップを狙うんやけどな。フォッカーは無限脇ではないと勝手に思っています。試したらよかったけど今は昔。鈍調が見えます。嘘。ボス巨大なバブル。倒すか。植え付き吸い抜きた。ほっときましょう。そんなことよりも、ホッテルだ。できるだけ被害を抑えて倒しましょう。リフレク使ってじっくり待つ。炎が襲ってきても安心。しっかりガード。ここや。炎を抜けた。コッケルの懐に入りました。これは勝ったな。ケイチは少し楽ですね。ノーダメージで撃破。無傷ほんま助かる。フォッカー砲が現れた。コマンド？呪文。シールド。絶対使った方が良いです。はい正面からは難しいですね。ほんなら植え付きや。お、さらにヒット。やこれはいいですね。ここに来て植え付きが大活躍。フォッカー撃破。フォッカーわかった。もう怖わないで。大きいバブルの機種。やはり気になる様子。一点倒したろか。下突き炸裂。勝ったな。経験値50。大したことなかった。1000とか欲しいですね。やる気出る。壁抜け。ケアルラして赤壺ゲット。マグマ地帯にごと。落とされんように注意する。1アップや。これは嬉しい。助かった。1アップゲット。ここでクリアせんとやばい。このゲームの1アップは取ると二度と出ません。溶岩スライム地帯は絶対失敗できんで。またホッケル。リフレク。炎を見定めてじっくり行きましょう。今回もノーダメ狙う。余裕を持って進めるように。ここ。ナイス。ヤフー。勢い余って激突。背後から移動炎つらい。向き。挟み撃ちは無理。被害を半分で抑えました。上々でしょう。石が敷き詰められとる。行き止まりやん。狭い道で頭石像が避けにくいですね。倒すのも面倒。しかし、行き止まりだったので別の道を調べないと。どこで間違った。先ほどの敷き詰められた石の下に落とし穴があったようです。そういう仕掛けか。やはりラストダンジョン大神殿。落とされたこの場所が正規の道か。はたまたただの罠か。悩んでいたと思ったらまた戻って石壊してる。なんか気になるやん。何こいつ。なんか嬉しいでっかいスライム。名前はゴトマスターというそうです。てかピンチ。ライフの魔法使いましょう。こいつら倒してから丁寧に処理しましょう。ギャラ。もう一回ぐらい回復したいところ。硬いですね。特別なスライム。そういや、スライム6匹倒すたんびに青壺出すよな。まさか。キングスライムで青壺出して回復できんじゃろうか。ダメージを最小で抑えて倒せばできなくはないと思いますが。回復したい。植え付きでバラバラにして。ぐりゃ。毎回ダメージ受けてる。効率悪い。やめておきましょう。あかんかったか。ギャラ。どこかで赤壺出るといいですね。地獄のマゴマ橋渡し。地獄の粉回し的発電。小虫が微妙に邪魔。下付きで踏みつけ。気になる穴が。絶対重要なやつ。迷わず止まる。ナムさん。また仏に救いを求めている。二度目の穴に落ちて進んでいますが、吉と出たか京と出るか。また石あるけん壊すわ。何かあるかな。赤壺や。助かりましたね。ギャラ。
ワンタンまで回復せんかったか。上々です。あ、そうなんやけど、まだ奥の方調べてないし。気になりました。戻ってみる。赤壺一つでは満足できないのね。きょあらあら。一目散に逃げ出した。ここでフッカはかかって強いですからね。ほなけど、あいつが出たいうことは運がええ感じで赤壺が出る気がする。もう一遍行くしかないわな。やば、大外れ。もってんや。実はフォッカーしか出ない罠だったらどうします？怖いこと言わんといてよ、ハーミリーちゃん。クックック。出たで。よかったですね。ギャルあとちょっと。ラ、もう一遍。ギャルラや。全開。赤壺もゲット。行くで。今までと違う雰囲気。それっぽいブロックが積まれとる。もしや、これはもしかせんでも。ボスです。大神殿のボス、ボルバです。シールド。ジャンプ。魔法で防御を固めましょう。リフレク。ボルバはこの赤い状態ではダメージを与えられません。最強魔法を唱え弱点をあらわにしましょう。サンダー。青くなり、顔が現れました。ジャンルの魔法はここで生きてくる。弱点の顔を攻撃しましょう。なお、植え付きは効きません。植え付き残念。ボルバの本体に当たってもダメージはないので、火の玉に気をつければ大丈夫です。なのでリフレックスは使うべきです。ファーストアタックはボルバ。全然攻撃当たらへん。実はこの時のマーさんは、まだ弱点を知りません。どこ切ったらええんや。半分まで減らされたがボルバはまだ無傷。リンクは大丈夫か？大丈夫ちゃうねん。ヒット。ボルバに初めてのヒット。さらにヒット。ここに来てようやくコツをつかんだか？だいぶ分かってきたで。さては、あれやな。顔がジャガジャガや。ようやく気づいたようです。てか嬉しくて効果けすぎて、お風呂の中かな。ボルバを追い詰めたので、発狂モードに入ったようです。火の玉を出す数が激しくなりました。なんの、南の陽子。ツッコミ話で。追い詰めた。よっしゃ。ボルバを撃破。経験値はせんか。レベルアップには届かなかったですね。鍵ゲット。大神殿の最深部に向かう。この冒険のゴール、勇気のトライフォースがあるはずです。勇気のトライフォースをゲットし、王家にあるトライフォースを完全なものにしましょう。謎のおじいちゃん。勇気のトライフォースっぽいものも。消えてもたで。ラスボスです。正真正銘、大神殿のボス。リンクの影です。しゃがみ歩きするくない？リンクではできない動きですね。めっちゃ動き早いんやけど。頑張ってください。どない頑張っていいんか。わからへん。リンクくん頑張っていますが、今回の挑戦では勝てんかったんや。一役取っててよかったですね。あれなかったら、ここでゲームオーバーやったもんな。残りライフ少なかったですが、今回の犠牲は無駄ではありませんでした。なんかコツつかんだで。立ち切りをメインに振っとるとええ感じや。それで行ってみましょう。そろそろですね。じゃあ。しゃがみ切りしながら前に来るのはずるいよね。さあ、最後の挑戦です。マジウルトラ最後の一機。レトロフリークやったら、絶対セーブしたい場面。ゲームキューブのゲームボーイプレイヤーなので、セーブできない悲しみ。絶対クリアする。ラスボスです。シールド。最後までお世話になりました。再度、垣間見える。リンクの影です。初戦と違い、ライフ、マジック、ともに満タン。ここから回復魔法も使えるとなれば心強い。さらに、なんとなくではありますが攻略の糸口も掴んでいる。立ち切り連打がメインや。立ち切りを振っているとなんとなく被弾しにくい。この感覚をよりどころに、ラスボス、リンクの影を追い詰めていきます。まだお互いに一発ずつや。1ダメージ与えて、こちらが1回ダメージを受けた後、膠着状態が続いていましたが、立て続けに2回ヒット。いい流れだ。ヤフン。ダメージもらってしまう。キット。ダメージの声が一緒やけん、ややこいね。キット。お互いに足を止めての殴り合い。リンクもダメージ。しかし、もう半分以下まで追い込んでいる。リンクの影、残り体力。3、攻撃を連打で押し込めるか？キット。ぶつかった。接触ダメージ。接触ダメージずるくない？ずるい気はする。キット。残り体力1まで追い込んだ。油断はせんで。その息。やったで。お疲れ様です。謎のおじいちゃん。勇気のトライフォースデッド。初代ゼルダ姫のところまで帰る。
トライフォースが3枚集まりました。3枚のトライフォースを合わせたとき、最大限の力を発揮するそうです。初代ゼルダ姫にかけられた魔法もトライフォースを使えばきっと解けるはず。目覚めた。ゼルダ姫のセリフはリープル翻訳先生の翻訳でどうぞ。ハイラルを救った君は真の英雄だ。カーテンコール。終わりましたね。終わったな。コロネよ、今回はどうだった？毎回やけど長編になったら視聴者さんに楽しいをお届けできとるか不安や。ゼルダは好きなゲームやし、やるんは楽しみやったけど、のんびり実況にしたら1時間で絶対終わらんぞ。そんなことを思ったので今回は前後編に分けたんやけど50分超えてもた。途中に中編を挟んでもよかったですね。ほんまそれ。さらにはマーさんがゲーム仕事に復帰できたんもあって仕事が長時間に及び研修時間が大幅に削られてしもた。最近残業がかさんでいますね。そんな感じでレトロゲー動画を通じて視聴者さんと一緒に楽しみたいマーさんですが、仕事の具合によっては配信をお待たせするケースがたびたびあるかと思いますが、忘れた頃になんか楽しそうなのが流れてくる。それぐらいのペースでお付き合いしていただけると幸いです。最後にこれ言うとこか。音声はボイスボックスを使用。コロネは四国メタンさん、ハーミー、メイメイひまりさんを使用しております。ご視聴ありがとうございました。